こんにちは。今回はアジサイの描き方のポイントをご紹介しようかなと思います。小さいお花が、いっぱいこんな風になってますね。本当はこの小さいのがお花で、これは額なんですけれども、これがねいっぱいあります。で、こんなにたくさん一個ずつ描いていくの大変だからどうしたらいいのかなということですね。じゃあそれをちょっと紹介していきたいと思います。まずね、こう形を大きい形をまず取りますね。そうすると、はい、じゃあこんな風に花を、輪郭線をね描きました。じゃあここに花を描いていくわけなんですけど、そうですね、ちょっとここ目立つなと思う真ん中辺の花をこの辺りっていう風にこんな感じで描きますね。はい、こんな感じかなと。で、今度こっちの方にもちょっと大きいのがあるので、大きいの。もちろん全部描かないので、いくつかなんか目に留まるというんですかね、大きいなと思うところの花を描きます。はい、でこの絵というのちょっとこうあるのかな。あとは外側の形が今こう丸く、ね、線描いてるんですけど、実はこの花がですね、こうやって花びらがこんな感じで出ますので、ガタガタしますね。この形結構大事なので、こうちょっと完璧に同じじゃなくていいので、ちょっとこんな風にガタガタ出しておいてくださいね、外側ね。はい、であとこの辺とこの辺にも上がって、この辺にも、こんな感じで、はい、埋めてみました。そしたらこういう風に描きましたら、今度これをちょっと分けてみましょう。アジサイの花びらが、額なんですけど、額が4枚なんですね。じゃあこんな風にちょっと4つに分けてみましょう。今私この部分ちょっと1つ描くと決めたので、真ん中にポチッと入れて、でこんな感じですね。こんな風になってます。でこれもポチッとしてて、でいろんな方向を向いてるので、できれば方向を変えて描けるといいんですけども、全部こういう形でもね大丈夫です。だんだん慣れてきたら、方向をね変えてあげてください。でこれだとちょっとこう見えないんですね。上向いてますので、外向き、こっち向いてるのでね、こんな感じですね。でこれは下向いて、もう全然省略してますので隙間書いてないです。隙間なんかこんな感じで、こんな感じですね。で今度はこっちの方も花びら描いて、ここはちょっと見えますね。ここプチッと小さい花描いて、でこれはもう上向いてるので上、これはプチッと描いて4枚向こうで4枚で、じゃあこれでですね色を塗ってみましょう。ではこの、最初に描いた輪郭線の丸い線のとこですね、この丸はちょっと邪魔なのでこれだけちょっと消しますね。なるべくね輪郭がガタガタしてた方がいいのでね、丸があると丸に塗ってしまおうとするので、丸の線は消した方がいいですね。はい、であと隙間ちょっと埋めてあげてください。あんまりに隙間がこう間空いちゃったなと思ったら、こう尖ってるところをねこう入れてあげてください。はい、ではこんな感じでね、ちょっとわざとここ抜いてみました。抜いても塗れますよっていうのをねちょっと紹介したいと思います。はい、じゃあ筆これ使います。オペラですね。はい、オペラ解きます。オペラ基準にしてここに混色していきますね。オペラストレートで塗ってしまうと結構派手なので、この色がちょっと蛍光色なのでね、はい、じゃあこれに青何でも大丈夫なんですけど、これがコバルトブルーヒューです。ウルトラマリンでもペルシャンブルーでも大丈夫です。ちょっと混ぜるとこんな感じになります。はい、じゃあこれを私はウェットオンウェットで塗りたいので、ちょっと水をですね引きます。全部に引いちゃいます。色の割合を変えてですね、もうちょっとオペラ多めにして、ピンク多めにします。
ちょっとグラデーションですよね。にしてみたいと思います。ちょっと青多めにしましょうか。青もね、セルリアンブルーです。セルリアンブルーも足して、ちょっと色味変えて、この辺にちょっと違う紫ですか。もうちょっと入れましょうか。にじませるって感じですね。じゃあこれちょっと乾くまで待ちますので、この葉の色をね、塗りたいと思います。で、葉の色は、このパーマネントグリーンナンバー1とか使うとちょっと派手すぎてしまうので、サップグリーンや、あとは混色で作った緑にしたいと思います。じゃあ混色で作りましょうかね。パーマネントイエローライトです。これと、プルシャンブルーです。はい。いいですかね、これでね。これで塗ります。もうちょっと黄色っぽくしたいので、少し薄めます。はい、じゃこれで茎ですね。この茎と葉の芯の部分もこの色しているので、これも塗ります。葉脈もね、ちょっと軽く入れておきますね。ぼかしちゃいますね。あまり線にせずに、ちょっとこんな感じで、ちょっと気持ちぼかしておきます。では乾かしました。そしたらですね、今度はこのアジサイの、花と花がこうぶつかってるとこ、こういうとこが暗いですよね。暗くなってると思います。こういうとこですね。これをね、狙っていきます。花一つ一つ見るんじゃなくて、この溝っていうんですかを狙って、この溝をここに入れていきます。じゃまず、アジサイの色を作りましょう。オペラと青。はい。じゃあこの色を作ったらこれを暗くしますね。ここにはですね、緑。このサップグリーンをね、ちょっと入れましょう。入れすぎると緑色になっちゃうので、また足してください。青とオペラですね。はい。で、紫の暗い色になりましたら、ね、暗くなりました。そしたらこの色をね、塗っていきます。はい。じゃあこんな感じかな。じゃこれを塗っていきます。で、このね、隙間、この溝を狙って塗ります。溝です。じゃあまず、ここ溝ですよね。溝になってます。この花の、下書きがあるので、下書きと下書きの隙間を狙っていくって感じですね。こんな感じでね。で、これを、はい、じゃあ筆もう一本用意していただいて、お水だけをつけた筆で、この溝をぼかしていきます。ちょっとね、こんな感じで、お花の方にね、入っちゃっても別に大丈夫です。少しぐらい入っても全然気にしないでください。こんな感じで、溝に暗い色入れたら塗ります。で、これは先にお水を引いといてもいいです。こういうとこにね、こんな感じでお水を引いて、こうやってちょっと入れる。あ、こっちの方がやりやすいですかね。あ、こっちにしましょうか。じゃあ、お水を引いて、溝や隙間にお水を引いて、そしてこの暗い色をですね、入れていく。下書きがあるので、下書きの通りってそこまで思わなくても大丈夫ですので、別に全部最後下書き消しちゃって、鉛筆の線消しちゃってもいいぐらいですのでね。はい、でさっきここね、書かなかったんですけど、花。これもなんとなく大体で、この辺の感じを見たら、こういう感じかっていう風な感じでですね、こう暗い色をこうやって入れていくと。そうすると、結局省略できるということですよね。そしたら、こう形がね、できたら、お花のところを見てください。はい。じゃあお花こうなってます。この真ん中のここの中心のね、これお花ですけど、このお花に向かって、花びらが、向かってというか、ここについてるわけですので、こういうところがちょっと暗くなるんですよね、周りがね。この影つけていきましょう。じゃあこれだとちょっと暗すぎるので、もうちょっと明るくしますね。ちょっとオペラと、
ペラだけでもいいかな。ちょっと青入れますか。セルリアンブルー。ちょっと濁らしていたのでね、綺麗な色に戻すという感じですね。はい、じゃあこの色で、こう花のね、周りを塗ります。真ん中の中心の周りですね。動かしますね。やっぱり明るい方がいいみたいなので、セルリアンとオペラです。でこの白い真ん中のプチってところ、周りを暗くしたので白くなって見えるんですね。でちょうどこうね、ちょっと色がこっちこの額の色よりも薄いので色が白っぽいんですね。なのでマスキングとかしなくても周りちょっと暗くすれば白く見えるという風になってます。ここがちょっと緑っぽいからつって緑ね、ちょっと後から入れても全然構いません。はい、じゃあこの葉っぱと茎ですね、影入れます。この葉の色にそうですね、ちょっと青、コバルトブルーヒュー入れて、ちょっと青緑にして、あと茶色ですね。バウンとシェンナー入れて、暗くして、光をどっちにするか。左でいいですかね。右側に影つけます。で、これね、下につけます。ここね、ちょっとぼかします。葉なんですけども、さっきこの葉脈のところに色入れました。今度は葉脈を抜いてお水を引いて、ザッザッっていいんですけどね。ちょっとこの色を入れてみましょう。結構アジサイの葉っぱって濃いんですよね、色がね。はい、じゃあ塗りますね。抜いて。これも大体ですね、あまり細かく完璧にやっちゃうと今度はうるさくなってくるので、絵が。なので、少し抜けるといい。うるさくない程度に抜けるといいなという感じです。で、お水を引いてるので、表現が柔らかくなりますね。これ引いてないと結構、かなりね、模様っぽくなってうるさくなっちゃうので、あとこの辺はちょっとわざとぐちゃぐちゃっと潰す感じですね。あと外側ギザギザですね。このぐらいやってもいいですよね。アジサイ結構葉っぱがね、特徴的ですからね。はい、じゃあ今度こっちも水をざっくり塗っといて、葉脈がこう入ってくるので隙間を抜いて、フルシャンブルーとイエローで、この中がここくらいですね。なんか上が色がね濃いんですね。ここはちょっともう塗っちゃいます。奥なのでね。でここギザギザさせて、ちょっと根元のところだけ濃くしておきますね。じゃあこれちょっと弱くなってきちゃったので、もう一度根元のとこだけね。ここら辺、外側を緑の暗めの色でね、暗かったり渋かったりする色でちょっと塗りましょうか。お水引きますね。で、これで形をね、ちょっと出したいと思います。周りのね。じゃあ、コバルトブルーヒューか、ウルトラマリンですね。と、イエロー出します。そうすると緑ができまして、ここにオペラ。で、ちょっと色渋くしましょう。ちょっと青っぽくしますかね。もうちょっと青。どうかな。はい、じゃあ形を入れますね。はい、じゃあ水引いてるのでね。
2色の感じにしますかね。なんか1色だと寂しかったので、ちょっと2色を入れます。こんな感じにすると、周りが葉っぱという感じがしますかね。はい、じゃあちょっと乾かしますね。はい、じゃあ、乾かしました。こんな感じになってます。ですね、そしたら、この鉛筆の線をですね、ちょっとぐちゃぐちゃ多いので、ちょっとこれを消してみたいと思います。はい、じゃあ消しゴムで消してみました。どうですかね。柔らかい感じで自然な雰囲気になっていると思います。こんな感じでね。はい。じゃあちょっと最後にですね、陰影だけちょっと入れたいと思います。このままでももういいかなと思ったんですけれども、ちょっと欲が出て、ちょっと陰影をつけたいなと思います。このアジサイの、ここ明るくて、下がですね、暗いんですね。はい。それちょっとね、それも入れたり、あと葉っぱのね、茎のちょっと根元のところ、暗くしたりしたいと思います。じゃあこれは、オペラと、最初のアジサイの色ですね。はい。でこの色で、下を思い切ってダバッといっちゃいます。そうすると立体感が出てですね、アジサイなんか丸くなって見えませんか。下の方をですね、影を入れたわけですね。はい、じゃあ茎もしっかり締めましょう。私はいつもウルトラマリンとバントシュナでやるんですけど、これウルトラマリンじゃなくてもね、いいんです。ただちょっと緑の暗い色になるんですよね。他の青だと。ウルトラマリンだと黒くなるんですけどね、緑の暗い色になります。はい、こんな感じで暗くして、ここねぼやけちゃったので、やっぱりこの花を支えるって影ができるはずなんで、暗くなるはずなのでね、ここちょっと暗くしておきます。例えば根元ちょっと暗くしておきましょう。葉っぱはいいかな。はい、で水の染みとかできて自然な感じで面白くできたなと思います。これだけちょっとした、ちょっとね。はい、では、影を足しましたので、これで完成にしたいと思います。今回はアジサイの描き方をご紹介しました。参考にしていただけますと幸いです。